はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。今回のテーマは漫画です。特に少女漫画についてのお話をします。というのも、私の趣味の一つが少女漫画を読むことです。毎日1話、必ず少女漫画を読んでいます。そして日本人の多くの女性が小さい頃から少女漫画を読んでいて、大人になっても好きで読んでいる人が多いです。少女漫画といえば、やっぱりドキドキの恋愛のストーリーです。ですので、この話を聞いた後は、日本人の女性がどんな恋に憧れているのかを知ることができるかもしれませんよ。ぜひ最後まで聞いてみてください。親のずラーニングハブ。少女漫画のあるある一つ目は、屋上のシーンが多いことです。主人公が好きな人と一緒に屋上でお弁当を食べたり、落ち込んでいる時に励ましてもらっているシーンがとても多いです。漫画ではなくてアニメなんですけど、ジブリの耳をすませばというアニメ知ってますか？このアニメ私大好きなんですけど、そのワンシーンの中に屋上のシーンがあります。主人公のしずくちゃんが大好きな天野誠二くんという男の子が、これから留学に行くということをしずくちゃんに伝えます。しずくちゃんは本当は行ってほしくないけど、その夢を応援してあげたいという気持ちで頑張ってきてねというふうに言います。そのシーンがとてもロマンチックなんですよね。雨が降っていたんですが、雨が止んで虹がかかります。それが二人を応援しているようですごく美しいシーンです。それも屋上である、とても人気のシーンです。漫画やアニメではこの屋上のシーンがとても人気でたくさん出てくるんですが、日常生活の中では屋上は危ないので鍵が閉まっていることが多いですね。二つ目、幼馴染で家が隣だったり、同じ家に住むという設定がなぜか多いこと。幼馴染というのは小さい頃から友達という意味です。例えば、幼稚園が一緒とか、小学校が一緒とか、それからずっと大人になるまで友達のことを幼馴染と言います。幼馴染ということは、家も近いことが多いんですね。ですので、家が近くて一緒に学校に行くとか、一緒に家に帰るとか、そういう場面がすごく多いですね。あとは親同士が仲が良くて、親がちょっと旅行に行くから、その間だけ子供たちだけで家にお留守番するという、そういう設定もなぜか多いです。この設定で有名な漫画といえば、LDK という漫画や、グッドモーニングコールという漫画ですね。皆さん読んだことはありますか？この漫画はすごく人気で映画化もされました。なんでこの設定が多いのかなとちょっと考えてみたんですけど、学校では普段見られないようなプライベートなところが見えますよね。例えば一緒の家に住んでいると、すっぴん、お化粧していない状態を見られることも多いですし、そういったプライベートを好きな人に見られるドキドキハラハラのスリル感がいいのかなというふうに考えました。あるある三つ目、壁ドンや顎食いなど強引な男子の方がモテること。壁ドンといって女子が壁際に立っていて男子が手を壁について女子に近づくというシーンなんですが、これは漫画やアニメですごく有名になりましたね。さっき言った LDK という漫画の中のワンシーンがきっかけになっているそうです。あとは花より団子という人気漫画もありますが、その中に出てくる道明寺司というキャラクターもすごく強引なタイプの男の子です。以前の動画でも紹介したんですが、日本には草食系男子と呼ばれる男の子が多いです。その草食系男子の特徴は、あまり好きな人に対してアピールをしません。スキンシップも恥ずかしがってやりません。そういった恋愛にあまり積極的ではないタイプの男子なんですね。でも、日本人の女子にとっては、好きというふうに積極的に言ってもらったり、スキンシップをしてもらえる方が愛情を感じて喜ぶんですね。
だから、漫画の中では草食系男子ではなくて、肉食系男子という恋愛に積極的な男の子のタイプが理想として出てくるのかなというふうに思います。あるある4つ目、図書館のシーンが多い。よくあるのが、同じ本を探していて、同時にその本を触るんですね。で、その時に2人の手が重なるわけです。それで目を見つめ合いながら、っていう風になるシーン、すごく多いんですよね。アニメでも多いですよね。あとは一緒に勉強したりというシーンも多いですよね。実は日本には図書館に行って勉強するという習慣があります。公共の図書館もそうですし、学校の図書館でもそうです。なので、図書館での恋愛シーンが多い理由の一つは、みんながよく利用する場所で共感を得やすいからかなというふうに思っています。あるある5つ目、怪我をして保健室で好きな人と二人きりになるという設定が多いこと。よく学校系の恋愛漫画であるのが、ボールが飛んできてぶつかって保健室に連れて行ってもらうとか、足を捻挫して保健室に連れて行ってもらうというのがすごく多いです。そうすると保健室で好きな人と主人公が二人っきりになるんですね。保健室って他の教室と違って狭いです。そしてベッドもあるので密室の空間になるんですね。それでなぜか漫画の世界では保健室の先生がいなくて、好きな人と二人っきりになるという状況が生まれるんですね。なので、漫画の世界では保健室というのは、どこかエロチックな感じの雰囲気に見えてしまいます。現実では保健室の先生がちゃんといて、怪我や病気の人のための場所ですので、そういった変な場所として使われることはありえないと思います。あるある6つ目、意地悪する人がなぜか3人グループ。その3人組のだいたい真ん中の子がリーダーです。で、そのリーダーと主人公の好きな人が同じという設定がすごく多いです。それでリーダーが主人公のことをライバル視して3人組になって意地悪をするんですよね。そしてギャルが出てくることもあるんですけど、ギャルは大体優しい設定ですね。例えば君に届けに出てくるギャル2人いるんですけど、その2人もすごくさわこちゃんに優しいんですよね。あるある7つ目。主人公の女の子が男子校に潜入している設定が多いこと。花盛りの君たちへというすごく有名で人気な漫画があります。一度ドラマ化もされています。その漫画がこの設定で有名ですね。女の子があるきっかけで男の子の通う男子校に入ります。それで男の子の格好をするんですね。男装と言います。男装をして学校の中に入って男の子として学校生活を送るんですが、その中で女の子ということがバレて、男の子たちの中の一人と恋に落ちるという設定なんですね。これも隠れてこっそりバレないように恋愛するというハラハラドキドキ感がいいのと、あとはたくさんの男子に囲まれたいという女子の願望が現れているのかなというふうに思います。あるある8つ目。メガネを外すとめっちゃ可愛いという設定が多い。よくあるのがクラスの人気者ですごくイケメンの男の子がクラスでも全然目立たなくて服装とか髪型に気を使ってない女の子のことが気になりだします。それで女の子のメガネを取ってみるとすっごく可愛くてびっくりしてさらに好きになって、それで恋愛が始まっていくという設定がかなり多いです。それで男の子のことも好きになって自分ももっと可愛くなりたい、自分でも可愛くなれるんだというふうに女の子も自信がついていくわけですね。それが世の中の現実世界の女の子たちも同じ気持ちを持っているので共感できるんですね。それが理由でこの設定が多いのかなというふうに思います。あるある9つ目。転校生がすごくかっこいいとか、昔の初恋の人だったということが多いことです。これもアニメの中でもよくありますが、
新学期になって転校生が来てみんなの前で挨拶します。すると女子がキャーかっこいいってなるんですね。その中のうちの一人が実は知ってるこの人、私が好きだった人だとかいうそんな設定がすごく多い気がします。現実の世界では転校生ってそんなに頻繁に来るものではありません。ですので、どんな人かわからない、どんな人かもっと知りたいなというドキドキ感がストーリーの最初に使われることが多いです。あるある10個目。女子は少女漫画からエロを学ぶ。男の子たちは実物の女性が出ているエロ本を読んでいることが多いんですけど、女の子たちはあまり見ません。というか全然見ないと思います。女子にとっては少女漫画がそのバイブル的な存在です。最初はチーズとかいった少年ジャンプのような漫画がたくさん入った漫画週刊誌でそれを読み始めることが多いです。漫画なので絵がまず綺麗です。そしてリアルすぎないのがいいんですよ。はい、ということで日本の少女漫画でよくあるストーリー10個お話ししました。このストーリー設定の多くからわかるのが、日本人の女性はストレートに好きと愛情表現をしてくれる男性の方が好きということ。そしてドキドキハラハラのスリルがある展開が好きということがわかりますね。他にも私のデイリールーティーンや日本人が驚く海外での当たり前10選などお話ししてますので、概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。